今心配することはない。我が国でやり直せば済むことだ。やり直す？バグのないプログラムは存在しないが、デバッグの不可能なプログラムもまた存在しない。違うか？あんたには分かってないんだ。そもそもあれは本当にバグなのか。本来プロジェクト2501に必要だったのは。少佐、ロックが突入準備を完了したぜ。少佐、聞こえてる。お前のもうボイスが多いな。整理中なの。때는 서기 2029년 국제범죄와 테러 등에 대한 정보 수집과 감사를 담당하는 정보기관, 즉 공안 국가에서 근무하는 그녀 이름은 쿠사나기입니다.外交官免責特権だ。責任者をここへ呼べ。認定プログラマーの国外への引き抜きは武器禁輸措置に抵触する。今回は誘拐の疑いもありそうだがな。この男は返してもらうぞ。それは無理だな。彼は亡命を希望し受諾され、宣誓書にもサインしとる。いつ？答える義務はないな。したがって我が国は国際法に基づき、彼を保護し連れ帰る権利を有する。ちなみに宣誓書は大使館にある。後日コピーを転送してやろう。いいのか？生きては戻れんぞ。口を慎んでもらいたいな。我が国は平和主義の民主国家だ。あらそう。窓の外だ。撃て！高額明細. 그녀는 한 프로그래머를 자국으로 망명시키려는 외교관을 암살하고는 유유히 사라집니다. 外務大臣の通訳だ。23分ほど前、電話回線を経由して電脳にハッキングされた。某国情報筋の警告通り、人形使いがネットの各端末に介入し始め、ガベル共和国との秘密会談に対する妨害工作の可能性が濃厚だったので、出席者全員に網を張って待っていたんだ。おそらく彼女のゴーストをハッキングして会談を襲撃させるつもりだったんだろう。人形使いってあの正体不明のハッカーが？国籍推定アメリカ、年齢性別経歴すべて不明。去年の冬頃から主に EC 圏に出没。株価操作、情報収集、政治工作、テロ、電脳倫理侵害、その他十数件の容疑で国際手配中の犯罪者。不特定多数の人間をゴーストハックして操る手口からついたコードネームは人形使い。この国に現れたのは初めてのはずよ。 공안 국가는 인형사라는 해커를 잡기 위해 본격적인 수사에 나섭니다. 待ってるって。トータルで40秒も遅れてるんだぜ。5秒で済むから。悪いね。そんなことなら不法就労でパクられた前の相棒の方がマシだ。しかしゴーストハックまでして自分の女房の気持ち知りたいかね。顔もろくに合わせねえでいきなり離婚をわめかれてみろ。おかげで娘は他人の生意気に俺の浮気まで疑ってやがる。でもよく防壁破りなんて手に入ったな。プログラマーらしいんだけど、飲み屋でやたら親切なやつと知り合ってよ。女房の弁護士がやり手で合わせてくれねえっつったら相談に乗ってくれてよ。こうして場所変えながらアクセスすりゃバレねえって。頭いいわ。回収者。なるほど、7分おきに移動か。本部、その地区の清掃局から情報を取ってます。当該地区を巡回中の回収車8台、目標車両タイプ C79 号車。運転もらうわよ。
해커들의 정보를 알아낸 공안 국가의 요원들은 그들을 검거하기 위해 현장으로 출동합니다. 石川、回収者の男の自宅へ回れ。バトは次の巡回地点へ先回りしろ。はい、79号車。おう主任、何です？警察が俺たちの巡回路？なんでそんな？知らないっすよ。ハッキングがバレたんだ。あの親切なやつに知らせなきゃ。巡回場所一箇所飛ばすぞ。終わったか。こんなんで競争団なんか撃つからフレームガタガタ。バレルもダメだなこりゃ。逮捕しても無駄だ。何もあかんぞ。ハー君、自分の名前も知らねえ野郎が偉そうなこと抜かすなバカ。母親の顔、生まれた町の風景、子供の頃の記憶、何か一つでも覚えているか？ゴーストのない人形は悲しいもんだぜ。特に赤い血の流れてるやつはな。疑似体験ってどういうことです？だから奥さんも娘も離婚も浮気も全部偽物の記憶で夢のようなものなんです。あなたは何者かに利用されて政府関係者にゴーストハックを仕掛けてたんですよ。そんな、まさか。あんたのアパートに行ってきたんだ。誰もいやしない一人もんの部屋だ。だからあの部屋は別居のために借りたアパートで。あんたあの部屋でもう10年も暮らしてるんだよ。奥さんも子供もいやしない。あんたの頭の中にだけ存在する家族なんだ。ご覧なさい。あなたが同僚に見せようとした写真だ。誰が写ってます？確かに写ってたんだ。俺の娘、まるで天使みたいに笑って。その娘さんの名前は？奥さんとはいつどこで知り合い何年前に結婚しました？そこに写ってるのは誰と誰です？その嘘夢、どうやったら消せるんです？残念ながら現在の技術では成功が2例報告されているだけでとてもお勧めできません。お気の毒です。疑似体験も夢も存在する情報は全て現実であり、そして幻なんだ。どっちにせよ一人の人間が一生のうちに触れる情報なんてわずかなもんさ。 그렇게 해커들은 검거가 되고 공안 요원들은 그들이 인형사에게 이용당했다고 말합니다. なあ、海へ潜るってどんな感じだ？アンダーウォーターの協定住んでるんじゃなかった？あんなプールの話を聞いてんじゃねえよ。恐れ、不安、孤独、闇、それからもしかしたら希望。希望？真っ暗な海の中で？海面へ浮かび上がるとき、今までとは違う自分になれるんじゃないか、そんな気がするときがあるの。お前、休暇をやめたいんじゃないのか？バト、あんたの体どこまでオリジナルだっけ？酔っ払ったのかお前。人間が人間であるための部品が決して少なくないように、自分が自分であるためには驚くほど多くのものが必要なのよ。他人を隔てるための顔、それと意識しない声、目覚めの時に見つめる手、幼かった頃の記憶、未来の予感。それだけじゃないわ。私の電脳がアクセスできる膨大な情報やネットの広がり、
それら全てが私の一部であり、私という意識そのものを生み出し、そして同時に私をある限界に制約し続ける。それが沈む体を抱えて海に潜る理由か。暗い海の底で一体何が見えるってんだ。今我ら鏡もて見るごとく、見るところおぼろなり。今のお前だよな。センサーが動き始めました。視覚センサー作動。機体信号を正常に出力し。来るなら遅れると連絡ぐらいせんか。遅刻してきたお前のために親切な俺が説明してやるとだな。2時間ほど前、ニューポートシティにあるメガテクボディ社のラインが勝手に擬態を作り始めたんだそうだ。それに気がついた係官が到着した時には擬態はすでに逃走で、非常線を張って捜索していたところへ高速道路上をうろついてた裸の女をはねちまったって良心的なうんちゃんから通報があり、ここへ持ち込まれたってわけ。メガテクボディ社ってのは政府御用達のメーカーで、そこで作ってる擬態は全て機密なんだって。ハッカーの仕業だとすると高性防壁を潜る凄腕だが、問題はそれだけじゃないんだ。奴の頭の中にはもちろんひとかけらの脳みそも入っちゃいないんだが、補助電脳の中にはどうやらゴーストらしきものが存在するんだと。部長、外務省条約審議官の中村様が面会を求めています。よし、通せ。あの太っちょのおっさん、確か外務省条約審議部、別名公安六課の中村部長。のっぽの白人は見ない顔ね。じゃあ行ってくるぜ。あんまり無理すんなって石川に言っとけ。何を考えてる？あの擬態、私に似てなかった？似てねえよ。顔や骨格だけじゃなくて。何の話だ？私みたいな完全に擬態化したサイボーグなら誰でも考えるわ。もしかしたら自分はとっくの昔に死んじゃってて、今の自分は電脳と擬態で構成された模擬人格なんじゃないか。いや、そもそも初めから私なんてものは存在しなかったんじゃないかって。お前のチタンの頭蓋骨の中には脳みそもあるし、ちゃんと人間扱いだってされてるじゃねえか。自分の脳を見た人間なんていやしないわ。所詮は周囲の状況で私らしきものがあると判断しているだけよ。自分のゴーストが信じられないのか？もし電脳それ自体がゴーストを生み出し魂を宿すとしたら、その時は何を根拠に自分を信じるべきだと思う？くだらねえ。改めて紹介しよう。こいつは電脳犯罪史上最もユニークと評されたハッカー、人形使いだ。たまたま君たちの庭に出てきたが、奴はアメリカ生まれだし、アメリカの協力で捕まえたのだから我々の手で回収したい。依存あるまい。奴の死体はどこかで誰とも知れぬまま発見されるわけか。死体が出ない。なぜなら今までボディは存在しなかったから。一生命体として政治的亡命を希望する。生命体だと？バカな。単なる自己保存のプログラムに過ぎん。それを言うなら、あなたたちの DNA もまた自己保存のためのプログラムに過ぎない。種としての生命は遺伝子という記憶システムを持ち、人はただ記憶によって個人たりうる。たとえ記憶が幻の同義語であったとしても、人は記憶によって生きるものだ。詭弁だ。
何を語ろうとお前が生命体である証拠は何一つない。それを証明することは不可能だ。現代の科学は未だに生命を定義することができないのだから。一体何者なんだ。私は情報の海で発生した生命体だ。ワンバット侵入者だ。部長、人形使いがどうなってるんだ。ワンバット、各駅閉鎖だ。ワンバット、どうした。部長、石川か。どうした。外務省のネットに潜ってたんですが、いろいろ面白いもんが出てきましたよ。待て、秘匿回路に帰る。いいですか。まず中村部長が同伴した白人ですが、国籍はアメリカ、ニュートロン社戦略研究部長のウィリス博士、 AI 研究の第一人者です。でこのおっさんが主任を務めた外務省のプロジェクトがあったんですが、そのチームのメインプログラマー誰だと思います。手短に話せ。大田瑞穂28歳。覚えてます。いつかどっかでしゃがりきになって亡命を阻止しようとして相手の外交官を少佐が消した事件。あの時のプログラマーですよ。続けろ。気になるのはこのプロジェクトがスタートしたのが人形使いの出現する1年前だってことです。1年前、人形使いを捕獲するためのプロジェクトじゃなかったのか。こういうのはどうです。連中は確かに人形使いを追っていたが、それは捕獲するためではなく回収するためだったとしたら、人形使いの正体が外務省が外交上の横車を押すために作り上げたプログラムであり、それが何らかの原因で制御できなくなって慌てて回収を図ったんだとしたら、連中がここまで強引な方法で休暇から拉致したのもうなずけると思うんですがね。なぜこのことが人形使いの口から漏れた日には国際問題は必至でしょう。外務大臣の首が飛ぶだけじゃ済みませんからね。そのプロジェクトの詳細は。さすがに防壁が固くって分かったのはファイル名だけです。コード2501。操作を続けろ。絶対に気取られるな。了解。 쿠사나기 소령은 공항 국가에 침투하여 인형사를 납치한 범인들을 쫓던 중 문득 한 박물관으로 오게 됩니다. 무茶しやがって大丈夫かおい。脳は無事みたいだな。人形使いは頑丈な車でよかったな。傷一つなし、綺麗なもんだぜ。ダイブの用意して今から潜るわ。よしと。聞こえるか。始めるわ。지금 보신 공각기동대라는 영화는 가상과 현실의 경계에 서 있는 인간의 정체성과 그 인간이 가진 의식이라는 존재에 대한 의심, 그리고 무엇이 인간을 인간답게 하는가에 대한 다소 철학적인 물음을 던지는 영화입니다. 저는 한 번씩 이런 생각을 할 때가 있어요. 나는 누구일까? 왜 이곳에 태어난 걸까? 어떤 사람들은 과거의 기억으로부터 이 답을 찾으려 할 수도 있겠네요. 하지만 그런 사람이 있다면 그 사람은 불행하게도 과거에 얽매여 상처의 속박에서 헤어나오지 못할지도 모릅니다. 자신이 받은 상처 속에 자신의 성장 과정에서 학습한 모든 지식과 정보를 넣어두고는 그 모습이 진짜 자신이라고 믿고 살기 때문이지요. 이런 사람들에게 자유는 헛된 망상일 겁니다. 본인은 본인의 생각대로 살고 있다고 생각할지 모르지만 사실은 인형 사이에 조종당하는 꼭두각시 인형에 불과할지도 모릅니다. 여러분은 춤을 춰보신 적이 있으신가요? 춤을 잘 추기 위해서는 춤에 대한 지식도 필요하겠지만
분명 수많은 연습이 동반되어야 할 겁니다. 춤을 단순히 책으로 배워서는 멋진 댄서가 될 수는 없겠지요. 세상에서 오직 인간만이 할 수 있는 것에는 어떤 것들이 있을까요? 아마도 웃음, 눈물, 사랑 같은 것들이 있겠지요. 그러한 것들은 아마도 머리가 아닌 가슴으로부터 시작되지 않을까 싶어요. 가슴에서 출발한 감정들이 몸 이곳저곳을 지나서 마지막에 머리라는 종착역에 도착할 때 그것들은 영혼으로 승화되기도 합니다. 사람은 누구나 자유롭게 살기를 원하는 것 같아요. 그렇게 살기 위해서는 어느 정도의 경제력이나 지식 같은 것들이 필요하겠지요. 하지만 저는 자유롭게 살기 위해서 가장 필요한 것은 화해라고 생각한답니다. 누구랑 하냐고요? 바로 자기 자신과 화해하는 것 말이에요. 자라면서 받았던 상처들, 또 그로 인한 복수와 분쟁, 내가 가진 이러한 감정들과 화해한다면 어쩌면 당신은 새로운 삶을 살게 될지도 모릅니다. 다른 사람으로 새롭게 태어나는 것이지요. 만약 이러한 방법으로 구원을 받게 된다면 당신은 분명 억압적이고 각박한 현실 속에서도 소소한 자유와 행복을 누리며 살 수 있다고 저는 굳게 믿습니다. 지금까지 영화 읽어주는 남자 시네마 천국이었습니다. 시청해주셔서 감사합니다.